はいよっと、海洋堂アメイジング山口からデスストロークバージョン 1.5 の紹介です。自分前バージョンね、所有していないんで、それとの比較がちょっとできませんけども、その辺のところをご了承ください。では、開けていくぜ。よいしょ。デスストロークの意味はね、自分で調べてくださいまし。ね。出てこい、出てこい。よいしょ、あれスレイド・ジョセフ・ウィルソンと、ほほほ。かっこいいな、相変わらず。雨山は本当に。よいしょ。この真っ白さがね、ほんとたまらないっすよね。よし。よし。テーピングが施されているか。よいしょ。よいしょ。こっちもかな。すいませんね、ちょっと音がうるさいですけど、この開封する瞬間をね、見せたいので。よいしょ。おー、かっこいいな、やっぱりな。おー、よし。ではね、中身の方すべて取り出していきたいと思います。はい、では取り出しまして、先にも言ったんですけど、以前のバージョン所有していないので、変化はあったとしても指摘はできませんが、おそらくね、本体そのものには大きな変更点はないと思う。なぜならですね、この腕のジョイントなんですけど、近年だとここ大きめのジョイントが使われていて、保持力、強度ともに上がっているんですが、このデスストロークのジョイントは昔のダブルリボジョイントですね。これね、可動範囲は広いんですけど、いかんせん保持力があまりないし、強度的にも心もとないんですよね。こんな感じで、ちょっと緩めなんですよね。この辺こそバージョンアップしてほしかったかな。しかし、相変わらずのマッシブなスタイルは素晴らしいです。オレンジとメタリックブルーのツートンカラー、そして胸部と上腕部のスケールアーマー各部きちんと造形塗り分け。そしてこの筋肉造形ね、やっぱりかっこいいですわ。頭部を見てみましょう。マスク越しからでもわかる深いシワがかっこいいですね。そしてこのマスクのこのライン、ここね、アーティストによっては結構省略されているんですけど、ちゃんと造形されていますね。中の人は右目がないので、マスクにも右目はありません。後頭部は見た目よりも可動を優先させた思い切った分割ですね。それによりこのように真上を向くことができる。この鉢巻きに可動はありませんね。ヒロイックな白いマフラー、これは別パーツで、ここにビリボジョイントがあって可動することができますね。上半身、ぴっちりアンダースーツのみではなく、近年のアーマー着用状態。ショルダーアーマーは左右で色は違うんですけど、造形は同じ。このスケールアーマーの造形がやっぱり素晴らしいですね。塗り分けもバッチリ。ショルダーホルスターやストラップ、そしてタクティカルベルトはオレンジ色で統一。バックルはシルバーで塗装。そんなタクティカルベルト後ろに行くと、ハンドグレネードが2つ造形されている。下半身、相変わらずのぶっとい太ももにうっとり。これでめっちゃ動くんですからね。デスストローク・ザ・ターミネーター。今はね、この方がいるので、ターミネーターという部分は除外した。本名、スレイド・ウィルソン。80年代のティーン・タイタンズでヴィランとしてデビュー。近年ではゲームやドラマに登場し、なかなかの知名度ではないでしょうか。10代で軍に入隊。その後、軍の人体実験によりスーパーパワーと、どんな傷でも治癒再生する能力を得る。そして凄腕の傭兵として裏社会で暗躍。主にバットマンやロビンのヴィランとして登場。で、こいつの話なんですけどもね、これはね、トイビズ時代のマーベルレジェンドのデッドプールなんですけど、すいません、これね、かなり昔のアイテムなんですけど、自分これめちゃくちゃ好きで、未だにレギュラーで遊んでいて、これ以外のデッドプールね、あまり買う気になれないほど好きなんですけどもね。で、そんなデッドプールと並べてみると、クリソツですよね、このデスストローク。デスストロークの名前はスレイド・ウィルソン。デッドプールはウェイド・ウィルソン。こっちの職業は傭兵。こっちも傭兵。
こっちの能力は実験により入手した超人的な身体能力と治癒力。こっちは実験により入手した超人的な身体能力と治癒力。扱う獲物は主に刃物と重火器。こっちも扱う獲物は刃物と重火器。そしてこのスーツのデザイン。ここまで来るともうすがすがしいですよね。可動範囲、まずは頭部。上はここまでいけて、うつむきはここまでいけて、このようにぐりぐり傾き取れますね。上半身、まず肩及び腕なんですけど、このようにいつもの肩甲骨可動がありまして、これぐらい可動します。肩は別パーツで、それを踏まえて腕横へはこうで、ぐるりと一周はね、これできなくはないと思うんですが、先にも言ったんですけど、やはりこのジョイントの強度が心配なので、無理はやめておきます。リボルテックはね、自分最初のシンゲッターの時から買っているんですけど、このジョイントね、過去に何度も破損させてしまっているんですよね。で、腕の付け根でこう可動があって、肘がここまで曲がり、肘自体でこのように動き、手首はこのような可動ですね。で、胴体接続箇所は胸と腰ですね。それを踏まえて後ろへはこうでうつむきここまでいけて、胸でこのように動き、ぐるりと一周はちょっとできないかな。で、腰はぐりぐり傾き取れますね。下半身、股関節に引き出し機構はないんですけど、雨山にそんなものは必要ない。前はここまでいけて、後ろへはここまでいけて、股割りここまでできて、このももにモノシャフトドライブ可動がありまして、膝がここまで曲がり、このすねの部分でこのように可動ですね。膝もこんな感じで横に行けますね。で、足首、後ろへはこうで、前へはこうで、つま先やって傾き取れて、接地性も抜群ですね。付属品いきましょう。まずはスレイドの素顔ヘッド。この片目がないのは夫婦喧嘩によって奥さんにやられたもの。待たせたなって言わんといてや。武器類としまして、ハンドガンが1丁、アサルトライフル1丁、ハンドグレネードが2つ、棍棒1本、ナイフ1振り、刀が2振り、刀の鞘が2つ。鞘にはこのように刀を納刀することができる。そしてこれが今回新規パーツとして追加された火事の神ヘパイストスから与えられたゴッドキラー、それが2振り。そしてゴッドキラー用の鞘ですね。この鞘にはゴッドキラーは1本しか納刀することはできません。このゴッドキラーが登場するコミックがこちらなんですけど、何気に翻訳されていまして、で、こうやって並べてみると、これの出来の良さがわかりますね。かなり細かいところまで造形されていて、再現度が高い。で、このゴッドキラーね、普段一振りの剣なんですけど、いろんな形状に変化できて、それこそこのカバーアートのように、二振りに分かれることができるんですね。なので、今回のも二振り付属してくれているわけです。そしてそのゴッドキラーに取り付けるエフェクトパーツが2つですね。プラ製です。取り付けるとこんな感じになってめちゃくちゃかっこよくなりますよ。で、自分ちょっと外れ引いたのか、このエフェクトパーツ見えますかね。ちょっと歪んでいるんですよね。これこのように取り付けるんですけど、歪んでいるのですんなり取り付けることができない。そしてこちらが予約特典パーツの左目から炎が出たフンド顔ですね。自分ね、コミック読み返していたんですけど、作中このような描写はなかったように思うんですけどもね、ごめんなさい。あったらすいません。カバーアートとかね。でもね、それこそ独自解釈していていいですよね。なんならコミックこそ、このように描写してもよかったとすら思う。めちゃくちゃかっこいいんで、素晴らしい追加アイテムですね。最後に交換用手首パーツは武器の持ち手が左右分と開き手が左右分。開き手には穴が開いていて、ここにはハンドグレネードを持たせることができる。そして武器各種を背中に取り付けるためのジョイントですね。サイズ比較、フィギュアーツ、仮面ライダー真骨頂新1号とマーベルレジェンドアイアンスパイダーマンコミックバージョン。
はい、では終わります。今回も本当にありがとう。バイビー。